皆さんこんにちは。こんにちは。現在2泊3日の東北旅に来ている寺田夫婦です。はい、実は昨晩の夜、静岡県富士宮市を出まして、そのまま山形県までやってきました。はい、夜通しで走って頑張ってやってきたんですが、朝9時頃にラーメンを食べ終わりまして、そこからまた2時間ちょっと走りまして、月山の8合目までやってきております。はい、実際山形県は日本一周中にも旅をしていたので、ある程度の場所は観光できたかなというふうに思っていて、今回もグルメとちょうど来ていなかったこの月山というところにも足を運んでみたところです。今日山形で一泊して明日には出発しようと思っているので、その様子をお届けできたらと思います。はい、ぜひ最後まで見てください。今回もよろしくお願いします。涼しい。超涼しい月山の8合目駐車場になります。はい、リフトにも乗れるみたいです。月山のスキー場から期間は多分夏の間とか秋も乗れるかちょっとそこは分かりませんけど、乗れる期間はリフトでも登れるらしい。月山は来たことなかったし、なんか3つの有名な山があって、そこ過去未来現在みたいな意味でこう巡って登山される方とかもいらっしゃるようです。月山は過去を示す山だったかな。てっぺんまで登るわけじゃないですけど、月山は頂上に神社があるらしいです。なんか朝のうちは登山客がかなり多いっていう風に書いてて、駐車場も埋まってるらしいんですけど、今日は平日っていうのもありますし、12時半ぐらいですかね。今このような案内があるんですが、ここから月山からの頂上まで3時間ぐらいで行けるんだって。月山には頂上に神社があります。月山神社っていうのがあるんだって。これかね。いや、さすがに登山の格好をしてきているわけじゃないので、この木道があるのかわかんないけど、本当にショートカットコースで歩いて自然を満喫します。オレンジコースだな。ちょっと今日は雲がかかっちゃってきてます。それでも今日はかなり天気がいい方なんだけどね。登ってみます。本当に木道だね。ここからスイちゃんが、スイちゃん今回久々にたくさん走ってくれて頑張ってくれました。疲れたわって言ってるのかな。ここですね、一番右側に。涼しいです。涼しいけどきつい、足が結構急だね。木道だとかなり歩きやすいね。やっぱ景色が高山に来たっていうところですね。高いところに来た感じがする。ちょっと登っただけでもすごい。めっちゃいい景色。ここが私のアナザースカイ、山形県月山。またアナザースカイの場所が増えました。この番組は Google Pixel の提供でお送りしております。寺田夫婦の提供じゃないんだ。そこはちゃんと Google Pixel なんだ。めっちゃいいところ。今9月の中旬、若干草木は黄色くなってはきてるけど、まだ夏っぽい感じの景色かな。どうなんだろう。あ、見て、ほらいっぱいいる。ここになんで逃げないの君。ちょんちょんかわいい。このぐらいの大きさやと可愛いね。お利口さんだね、君たち。虫にも育ちの良さがあるんですね。For something better, I try to fix things that weren't broken. 青空が見えるだけですごく綺麗だ。緑に入る。生命を感じるわ。やっぱ自然っていいなって思うよね。なんか富士山の周りとはまた違うのかなって思うんだけど。富士山登ってないです。登ってないけどで北海道とかだと知床の方だってこういう景色だったりするから。そうね。月山の本宮が見えてまいりましたよ。月山頂上、あと 4.6 キロ行ったら頂上なんだって。ここもやっぱ熊は現れるんだね。すごい。見て、この先だって鳥居をくぐっていくんだね。神秘的だね。
手を回していこうか。 If we don't feel the same way, then don't あーすごい景色。ここでしか見られない場所って感じ。ところどころに水たまりというか湿原がある。ここ一帯が湿原にはなってるんだろうね。だからお花とかさ、やっぱ草が育つんだよね。わあ、天国みたいだね。天国ってどんな場所かは知らないけれど、ぽい。めちゃくちゃ涼しい。そして静か。ああ、君心の中でこんな天国とか言ったのバカにしたな。押してない。ここに足がはまりそうになりました。危ない。ああ、いいところ。I don't wanna waste my time, no. ガッサンを後にしまして、また市内の方に戻っていこうと思いますが、ガッサン8合目まで行こうとすると結構狭い道をくねくね移動しないといけないというデメリットはありますのでご注意ください。観光バスが通ったりもするらしくて、そういった時はかなり危ないかもしれないです。カーブミラーがね、全部あるわけじゃないから、この180度カーブでちょっと危なって思う時が何回かありました。こういろいろな道通ってきたけど、まだ広い方だよね、これ。まあね。もうすごい絶景が待ってたから、私は行ってよかったと思うよ。行ってよかったよ。2時間かけて戻りたいと思います。はい、天童市に向かって行きます。はい、あれから運転をちょっと交代しまして、天童市には今日は行くつもりなんですけど、一旦寒河江市の道の駅に寄りたいなと思って寒河江市に立ち寄りました。前回はさくらんぼの季節だったこともあったので、さくらんぼを見たんですけど、今の季節とか何が売ってるのかなっていうのと、山形はフルーツの街とも言われてるので、そうだったんですか。僕は知りませんでした。フルーツ大好きなあみさんは何かないか探しにやってきました。そう、今日の夜何か食べたいなと思ってやってきたわけでございます。僕は知りません。僕は死にません。僕知りません。僕は死にません。なんか広いね。こんな広かったんだね。これ一回来たことあるよね。あるよ。お土産を買って食べたりとかはした。なんかさくらんぼのワインとか買ったと思う、ここで。ああ、そうだった。いやー、懐かしいところを回っていますね。懐かしい。でもやっぱいい。すごいお米の季節っていうのもあって、景色がね、やっぱいいなって思う。黄色いところが多かったね。うん、ちょうど稲刈りの時期だったし。なんかほっとすると言いますか。いいですね。本当にありがとうございました。お疲れ様でした。ジェラート買いました。はい、米とさくらんぼです。米の粒が入ってる。まあ、プチプチしてる。さくらんぼ。優しいさくらんぼの甘さ。本当だ、優しい感じ。ちょっと酸味もあって優しい。でも嫌な甘さじゃなくて美味しい。お米が好きだな、特に。恋しちゃったんだ、多分気づいてないでしょう。あ、売り2つじゃなくて売り3つだ。チェリーみたいな顔してやがるあいつ。この中はすごくやっぱり上品な作りになっておりまして、久々に来てね、あ、こうだったっていうのを鮮明に思い出したっていうのと、
改めて見るとかなり品揃えもあって楽しかったです。果物の方はやっぱりいろいろはあったんですけど、さくらんぼの時期ほどうわーっていう感じではなかったから。俺たちがいたのが、ね、ちょうどさくらんぼのアルバイトをしていた季節で、さくらんぼの以外のお土産を買いに来た時にいたら、もうさくらんぼめっちゃ並んでてね、お客さんも超たくさんいて、6月ぐらいかな、あれを。6月だね。その頃のここの道の駅は毎年すごいことになるんだと思います。なってたからね、本当に。自分らは本当にアルバイトって感じだったから、そんなに買おうっていうつもりで行ってなかったけど、すごい道の駅は混雑してました。あの時はね、懐かしいけど、本当懐かしいけど、めっちゃいい思い出。視聴者さんにいただいたのもあるし、アルバイトしながらもいっぱい食べたし、すごいいい方ばっかりだって思ってた。バイト先の人たちも優しい人多かったからね。そう、めっちゃいい方たちばかりで、ラーメンのこととかも教えていただいたのはバイト先で結構いろいろ聞いたりとか、そばも地元ならではの場所教えてもらったりとかもして、楽しい思い出だったので、またこの地に足を踏み入れることができて嬉しいです。今から行くところなんですが、はい、今回またリベンジしたいというか楽しみにしていたリターンズですかね。リターンズの方か水車生そばを食べに行きたいと思います。はい、鶏中華だね。そう、今までいろいろ食べてきて、やっぱ鶏中華は一番って言ってもいいぐらい自分たちの中では印象がすごく強い鶏中華だったので、それを本当にもう一度食べてもやっぱりうまいってなるのかどうかも、まあ正直わかんないじゃんね。そうそう、あの時の感覚だったからね。だからちょっとまた時間を置いて食べる水車生そばの鶏中華楽しみです。リターンズしたいところいっぱいあるけど、ありますね。まあその中でも最も行きたいようなところを選びつつ行こうと思ってます。前回はマジで食べまくってたからね、東北に関しては。1日4食5食は当たり前だったからね。そう、山形なんてラーメンも食べてたし、本当に米沢牛だったりとか、その千本団子、最上川とかの今日本当は買いに行きたかったんですけど、わらび餅、腰掛けあんのわらび餅ももう一回食べたいと思ったけど、ちょうど休みだった。あの時間帯綺麗だね。ねじゃあご飯を食べて、今日は温泉入って道の駅という流れで行きたいと思います。もう山形に来たらというか東北に来たら温泉は絶対外せないですから、もうめっちゃ楽しみにしてきたから。だね。まもなく到着します。裏側だよね。これだね。ここです。はい、この裏側に立体駐車場があります。見た感じ人多くはなさそうだな。いただきます。さあどうなんでしょう。もう匂いはもうめっちゃいい匂い。この優しいなんとも言えないお出汁と香りドキドキする中太ぐらいな縮れ麺です。いただきます。やっぱうまい。やっぱうまいな。うまいね。鶏中華って言ってるだけあって、改めて食べるとやっぱラーメンっていうより鶏そばっぽいような、うめえわ。美味しいね。このスープが美味しい。やっぱり優しくてかなりあっさりしてるんですけど、刻みネギと三つ葉がねまた入ってるのがいいね。三つ葉でいいんだよね、これ。そう、三つ葉。そばのつゆ使ってるのかな。だからこういう風味なのかな。普通のラーメンと違うんだよな。塩コショウの味もしっかり効いてて、確かにうまいですわ、やっぱり。間違いなかったですね、うまさは。前俺たちが来た時めっちゃ人いて、入れ替わりみたいな感じだったんですけど、今日はたまたま5時ぐらいに来たらお客さんは少なくて、空いてるね。自分たちの動画見てくださった視聴者さんがこの鶏中華来た時の写真を DM で送ってくださったけど、その時もすごい並んでて、やっぱ超人気店なんだなってところ。だって元祖鶏中華全国入賞してるみたいな感じ、全国ご当地麺準グランプリとかね、
ね、鶏のお出汁と鶏肉もプリプリしてて、普通のラーメンのそのチャーシューとかそういう感覚とはまた違う。そうだね、別物だよね。そもそも地元の方にバイト中に教えてもらったのがここの鶏中華で、このバイト先行ってなかったら知らずに終わってたそうよね。知らずに終わってたと思う。そこの人のおすすめがここっていうところで、こってりなそう感じが苦手な方とかなんかすごくいい、夜食べても罪悪感ないしね。いいな。このお店近くに欲しいな。うまい。そばも結局やっぱ食べれずに2回目も終わりました。あ、そうそう次回来た時はお蕎麦も食べてみたいですとか言う時にもうこれ一択だった。スープ飲むと塩コショウもやっぱ強い。前になんか感じなかった感じがするんだよね、あんまりちょっと多めだったのかな。少し甘みのあるスープに塩コショウが効いてるみたいな、大体こういう鶏が入ってるのって鶏なんそばみたいな感山形は冷たい肉そばも美味しいから。じ。あと1日あったらな、お蕎麦もちゃんと食べてんだけど冷たい肉そば。そうだね。ごちそうさまでした。やっぱり美味しかったです。目の前にもある通り、こちらの水車生そばは駐車場がいっぱいあるんですよ。そこの立体駐車場にもあるから。でこのすぐそばに道の駅天童温泉があります。入りをさせていただきましたね。そうだね。ここら辺は将棋の街なので結構将棋のものがいろいろあったりとかしますね。お土産とかもね将棋売ってたりするから、当然さくらんぼもいっぱい売ってる道の駅なので、それも楽しいと思います。水車生そばはやっぱり美味しかったっていうのは事実なんですけど、ちょっと今日は以前より2人ともの印象として塩コショウが強く効いてるのかなっていう風に感じました。そうだね。ちょっとね塩コショウの感じが最初に来たので、前はもうちょっと甘みが結構しっかり感じられたから、そういったところで自分たち九州人としての舌にもすごいあったんだろうけど、今回はちょっとね、甘いわけじゃないんだけど甘みもちゃんとあるみたいな感じがすごい美味しいと思ったから、そこは今日はちょっと少ないかなという印象でしたが美味しかったです。美味しかったです。ラーメンとして食べるっていう感覚とはまた違うなっていうのは今回食べて思ったかな。そうね、ラーメンではないよね。鶏中華というなんかジャンルみたいな。多分これは俺たちがまたガツンと系のラーメンもいろいろ食べてきた上での多分今の感想なのかなって思うけど、今日の朝も美味しいラーメン食べられたので今のところ満足です。はい、今日は、朝食べて昼はちゃんと何も食べてないのか。食べてない。でももう全然お腹持ってたから若干小食になってるのもあって昔ほど食べまくるのはできなくなっちゃったかもですね。いいことですね。30代に入りましたんでね、2人ともおじさんおばさんですから。絶対そうじゃない。食べ過ぎてただけだってあれはもう今が普通ぐらいよ。じゃあ今日はこの後ですが、天童市にはイオンモールがあるのでそこで買い物をして夜の晩酌のものを買いまして、でもう一個、ここも1回だけ行った温泉なんですけど、ユチェリという温泉でゆっくりしたいと思っています。マジで安いからね。しかも私たちの大好きな源泉っていうところがもう魅力的すぎて、また佐賀市に戻ってきまして温泉に行きました。佐賀江花坂温泉ユーチェリーっていうところです。3種の源泉に入れるというところだったよ。外に露天風呂があって、さくらんぼの置物が置いてあって、そこがこう温泉になってるっていうのがすごい印象的です。です。懐かしい。覚えている。ホテルが横に併設してるんでね。じゃあゆっくり疲れをね取りましょう。1時間半ぐらい楽しんでいこうよと思います。ごゆるりとお過ごしください。ごユーチェリーと。ごユーチェリーと、いいですね。はい、車内です。今日はですね、イオンで買ってきたお酒を飲んでいきたいと思います。東北で出ていましたサントリーさんからジューシーブリューっていうビールが出たので買ってみましたので、早速これを飲みながら山形の約 1.5 日を振り返っていきたいと思います。乾杯。乾杯。これ東北限定ってことで買いました。
おお、美味しい。みずみずしくフルーティー。飲みやすい。いつも飲んでる辛口ビールとは違いますね。違う。超冷えてる。うん。うま。やっぱり今日行った温泉は改めて行ってみてよくて、3種類ありまして、新美肌の湯、健康の湯、たまりの湯っていうことで、泉質がちゃんと書いていないんですけど、美肌の湯はしょっぱかったね。うん、塩化物泉だったんだろうね。そうだね。健康の湯は単純温泉、あったまりの湯は間鉄泉なのかな。鉄っぽい匂いはしてたけど、おそらくそうじゃないかなと思うんですが、それら全て源泉になってるのでめっちゃ気持ちよかったです。はい、めっちゃ良かった、もう日本一周中のトップ5には入ってくる温泉で、ホテルも併設してるので、浴衣で来てる人もいたからね、めっちゃいい温泉。超肌もサラサラだよ。もう外が涼しいんで、風呂上がった後がまた気持ちいいっていうところで、さすが山形県だなって思いました。それで350円値上がりしてなかったね。うん、しかもさ、地元民じゃなくてもその値段でいいっていうのが本当親切。いや本当にそう。山形といえばのオランダせんべいの梅昆布味っていうのがあったので買いました。めっちゃ気持ちよかった。本当に幸せだなって思ったやっぱ温泉入れるって超いいよね。超いい。大好きな自分たちにとっては温泉のある環境、山形県すごい魅力的だなって思いました。で今日はもう道の駅は朝一旦仮眠を取った道の駅蔵王に来たんですけど、結局蔵王温泉の方も強酸泉酸性の温泉で入ったよね、日帰りでね、入ろうと思えばすぐ近くでも入れるっていう感じですね。美味しかったこれ。苦手な人でも美味しいだろう。うん、あと今回買いましたお酒は出羽桜っていう山形県の。今日チョコ持ってきてないや。湯上がりの風がマジで気持ちよすぎて、それも最高だった。やっぱ涼しさが違うよね。今日は早めに寝て、明日また早く起きて朝活しつつ、昼までの間に山形県をより堪能できるようなプランで考えてます。乾杯。めっちゃ飲みやすい、すっきりしていますね。うん、米がこんだけいっぱいで美味しいんだからね。それは美味しい日本酒も美味しいでしょうっていう。いいですね、やっぱ車の中は落ち着きますね。今日は窓開けとけば全然涼しく寝られるね。10時前なんですけど、仮眠は取ったとはいえ夜通し運転してきたのと変わらないので、この後多分コロッと寝ちゃうと思います。はい、プチおかわり旅が実現できてよかったなとは思います。またもっと食べたいものとかもあったし、正直日本一周中に山形のラーメンだったりとか、特にラーメンか、動画を上げさせてもらってからたくさんこっちも美味しい、あっちも美味しいっていうコメントをいただいて、ここにも行ってみたくてピン止めは全部したんだけど、そうだね、今回はもう一回食べたいものっていうのが、結構自分たちの中ではっきりもしてたので、ちょっと行けないところもあったんですけど、また来たいと改めて思えた山形旅になると思います。明日まで楽しんだとして、今日はこのまま飲んでゆっくり寝たいと思います、おやすみなさい。おやすみなさい。ございます。おはようございます。まずどこへ向かっているかというと、はい、温泉です。温泉です。お風呂で目を覚ましたいと思います。山形市の山辺町っていうところにある温泉です。6時半からやっている温泉です。こちらではサブレをしていきたいと思います。ここも350円で入れちゃいます。最高ですね。最高です。仕上がりました。やっぱ目が覚めますね。覚めますね。こちらの温泉は2種類の源泉がありまして、単純温泉とナトリウム塩化物泉のこの2種類でした。昨日のところはユーチェリーはそれに加えてもう1個あるっていう感じだったね。美肌の湯だったからあれなんだったのかな。すごい黄金の湯で茶色っぽい色の温泉でした。すごい湯の花がたくさん浮いてたね、で昭和歌謡曲がいっぱい流れてまして、流れてた。人も少なかったからすごいゆったり入れてよかったです、外の露天も結構厚めではあったけど、なんか秋の風を感じながら入る露天も良かったです。今日も温泉も350円ですごく安くていいんですけど、サウナを目的で来られた方は大型のバスタオルを自分でも持参しないとサウナには入れませんので、そこだけはご注意ください。そういったのも含めて安いということなんでしょうね。次なんですが、山形県3回目のご飯になります。また朝ラーを食べに行きたいと思います。今山形県天童市にいます。はい、
残念ながら朝ラーのお店は開いてなかったっていうところと、もう今日定休日のところも多かったので諦めて昼ご飯まで待ちまして、11時になる頃です。はい、ラーメンではなくお蕎麦を食べに行きます。ここで食べて山形県を終わりにしたいと思います。今日は宮城県に移る予定です。以前来た時はちょっと亭という冷たい肉そばとかもお蕎麦が有名なお店に行ったんですけど、今回は一庵という冷たい肉そばもなんですけど普通のお蕎麦美味しいということで、もう営業中になってるな。ね、こここですね。お蕎麦だ、嬉しい。お蕎麦は私大好きです。蕎麦屋さんなので入り口のお蕎麦に止めたいと思います。はい、蕎麦だけにね、なんちゃって。楽しみだね、蕎麦。俺冷たい肉そばも食べたい気分になっちゃった。ね、両方頼んでは結構がいいかもね、せっかくだし。行ってきます。行ってきます。いただきます。いただきます。冷たい肉そばから私は食べますね。冷たくてツルツルで鶏のお出汁がしっかり出て、そして鶏肉がめっちゃコリコリ。そばがツヤツヤだね。豚そばの大盛りは視聴者さんからおすすめしてもらった方で、なんかペロッと食べられちゃうっていう話で、こちらにしました。なんか結構手打ちのお蕎麦って細いのが多いんだけど、で太いし量もちゃんとあるから口いっぱいに入れる。うまい。麺にもしっかりこの鶏のつゆのお出汁が絡んでめっちゃ美味しい。もうコシとかもすごいちょうどいい。変でしょうか。こうしますか。薬味がおろしなめこがついてる。ごちそうさまでした。今回久々にまた感動しました。食べに来てよかったです。山形県の旅はこれにて終了です。はい、日本一周中にすごく惚れ込んだ山形県だったので、今回来てまたやっぱりいいなって思ったのが正直な感想です。まあすでにまた来たいと思えるぐらい本当に少しの時間でしたけど、山形の魅力をまた再認識できた旅になったと思います。山形のラーメンはもちろん美味しいんですが、最後にお蕎麦も食べてやっぱりお蕎麦も外せないなって思いましたし、羨ましいのは山形県の方、いろんなとこに美味しいところがあるので食べに行くのが楽しいだろうなと思います。あとは温泉だね。温泉もすごくいいし、あとは景色なんかも、私たちは日本一周中に山寺とか蔵王の方とかも行ってたので、今回は1箇所だけ絶景見に行ったんですけど、やっぱ自然もたくさんあるし景色も良くて空気も美味しくて最高でした。大雨になったんですが、今日はこれから宮城県に向かいたいと思います。はい、次回は宮城県の旅になりますので、ぜひ引き続き見ていただけたらと思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。ありがとうだけろ。寄ってけろ。また寄ってけろ。また見てけろ。また見てけろ。ご飯の後のすぐお風呂に浸かるのはお腹を壊したりとかする可能性があるので、少し間を空けて入りに行きます。そうですね。はい。危険ですからね。